今回このような偉大な賞をいただき BBVA ファンデーションの関係者の皆さんに心から感謝いたします。また私を選んでくださった素晴らしい審査員の皆様にも心から感謝いたします。これまでこの賞を贈られた作曲家たちは皆私が尊敬する歴史に残る素晴らしい作曲家たちです。この人たちとのつながりの中に私を入れていただけることは本当に大きな光栄です。そしてそれに恥じないような仕事を今後も続けていきたいと願っています。私は1955年、戦後10年に広島に生まれました。母や私の親族は広島の原爆を体験しています。母たちは直接に身体的な損傷はなかったのですが、恐ろしい地獄の風景を見ました。広島は本来とても美しい静かな瀬戸内海となだらかな山に囲まれた町です。私は広島市の郊外に生まれたためにほとんど広島の惨劇を知ることなく育ちました。母たちもそれについてはほとんど語ることがありませんでした。広島の悲劇について深く知り考えるようになったのは私が20歳でベルリンに留学した時からでした。ヨーロッパでは私が広島に生まれたというとすぐに恐ろしい原爆都市から来たと思われました。私にとって広島は自然に恵まれた美しい小都市でしたのに、ヨーロッパの人たちは原爆の悲劇の都市としか見てくれないのでした。私は子供の頃からピアノを習い、西洋音楽を愛していました。それはバッハやモーツァルト、ベートーベンという古典音楽でした。私の母は日本の楽器である琴を趣味で演奏し、祖父は生け花の師匠であったために、私の家はとても古風な日本的な家庭だったのです。そんな家庭で私は西洋音楽のみに憧れ、母の弾く日本の古典音楽は本当に退屈な眠くなる音楽だと思っていました。そうした日本の伝統音楽を美しいと思えるようになったのはベルリンに留学した時からです。その当時1970年代の終わり頃、ヨーロッパでは非ヨーロッパ圏の音楽に対する関心が強く、作曲家たちが積極的に世界の民族音楽を尊重して、そこから何か新しい音楽を生み出そうとしていました。そして私のヨーロッパの作曲の先生たちも私に日本の伝統音楽や美学を学ぶように強く勧めてくれました。そのように私は日本の外に出て初めて日本を学び、その美しさを理解するようになったのです。そして私はヨーロッパにいながら自分の音楽のルーツを探し、また同時にヨーロッパの最先端の音楽を学びながら私の独自の音楽を作っていく作業を始めました。私には海をテーマにした作品がたくさんあります。しかし私は実際の海を描写しようとしているのではありません。私は人の心の奥には誰にでも壮大な果てしない音の海のような存在が隠されている。それは深い暗闇と無限の神秘に包まれていながら、ある時には信じられないくらい美しい光が差してくる心の奥の音の海なのです。そしてその海の波動から言葉や音楽が生まれてきます。その海は深層心理学でいう集合的無意識であり、仏教でいう荒屋敷かもしれません。その海には国境はありません。東洋も西洋もありません。私の作曲はそこから生まれてくる波動を聞いて、それを
譜面に書き取る作業なのだと思います。私の自我、エゴが作曲するのではなく、私は海の声を聞くメディウム、媒介者になるのです。私のエゴがその海に溶けて消えてなくなること、私にとって作曲とはそのような行為です。2011年には福島で大地震があり、原子力発電所が爆発し、放射能が海に放出してしまいました。そして最近では私の故郷の美しい海もプラスチックによって汚染され始めています。私には広島、福島、そして自然環境破壊をテーマにしたオラトリオやオペラもあります。私たちの心の海も少しずつ汚染を受け始めているのではないかと思います。このような時代にこそ私はもう一度資源の海を取り戻し、その汚れのない海からの声を聞き取り、その声を世界の人に音楽で届けたいのです。その歌は祈りの歌であり、暗闇の海に美しい光を投げかけてくれるものでありたいと私は心から願っています。私は今回の大きな受賞をまず誰よりも私が尊敬する日本の偉大な建築家、2年前に亡くなった磯崎新さんにお伝えしたいです。磯崎新さんはバルセロナオリンピックの時に素晴らしい競技場をバルセロナに作ったばかりでなく、スペインには彼のたくさんの優れた建築があり、このビルバオにも彼の建築があります。磯崎さんは私の人生の師匠で、多くのことを教えてくれました。スペインを愛した彼は私にスペインの偉大さ、素晴らしさを教えてくれました。また彼はお料理がとても上手で、日本の彼のご自宅に私を招いて、とてもおいしいスペイン料理を作ってくれました。磯崎新さんはきっと私のビルバオでのこの受賞を天国から見守り、喜んでくださっていると思います。今日は本当にありがとうございました。